今日はフライドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、フライドポテトを作っていきたいと思います。時間が経ってもカリカリ状態をキープできるフライドポテトレシピをご紹介していきます。さらにですね、今回は3つのソースレシピもご紹介します。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにフライドポテトの材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、塩、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずじゃがいもなんですが、今回はメークインを使っていきます。メークインはですね、とても滑らかな食感に仕上がります。じゃがいもの量に関しましては、だいたいね350から 400g ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。それでは続いてソースの材料をご紹介します。まずはじめにアボカドソースからご紹介します。材料はこちらです。アボカド、ミニトマト、マヨネーズ、レモン汁、わさび、お砂糖、塩コショウ、こちらの材料で作っていきます。わさびに関しましては、こちらお子様が召し上がる場合は抜いて作っていただいても OK です。それでは続いてケチャップソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。ケチャップ、マヨネーズ、カレー粉、黒胡椒、こちらの4つの材料で作っていきます。今回ねケチャップソースなんですが、カレー粉を少し入れてカレー風味のケチャップソースに仕上げていきたいと思います。それでは最後ですね、マスタードソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。マスタード、マヨネーズ、お醤油、お砂糖、こちらの4つの材料で作っていきます。マスタードはですね、こちら粒マスタードで代用していただいても OK です。お好みの方を使用して作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにじゃがいもの皮から剥いていきましょう。メークインはね、あんまり目とかもなくて表面もつるっとしてるので、フライドポテト作る時にすごくねおすすめです。芽がある時はね、芽も取り除いてください。はい、そしたらですね、こちらをだいたいね2センチ幅ぐらいで切っていきます。2センチ幅に切ったらこのように置いて、そしてだいたいね1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、こんな感じです。このように切ってください。ちょっと今回はね太めのフライドポテトにしていきます。はい、このように切ってください。そして切ったものに関しましては、ボウルにお水を張ってこの中に浸します。すぐね浸さないと変色してくるので、切り終わったらすぐ水に浸してください。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、全部切り終わりました。そしたらこのままですね、水に10分ほど浸してください。そしてじゃがいもの糖分をね落としていきます。そうすることで焦げにくくなって、ポテトもねサクサクに仕上がりやすくなります。ではこのまま置いておきましょう。はい、10分経ちました。そしたら一度さっと水洗いしてください。はい、 OK です。そしたらですね、一度こちらのじゃがいもを茹でていきたいと思います。まず深めのフライパンか、またはお鍋を用意してください。ここにじゃがいもを入れます。広げましょう。そしてここにお水を加えます。じゃがいもが浸るまでね、お水を入れてください。そしてじゃがいもを加えたらここに塩を加えてください。このように塩茹でしていただくと、じゃがいもにね少し下味をつけることができます。そしたら火にかけましょう。火加減中火です。一度このまま沸騰させてください。はい、くつくつ沸騰しました。沸騰したら火加減弱火にします。そしてこのまま6分間煮てください。はい、そしたらですね、こちらのじゃがいもをお湯から取り出します。はい、取り出してこのようにバットなどの上に広げておいてください。そしてこのまま一旦粗熱を取ります。そして粗熱が取れたら冷凍庫で1時間冷やします。そしてじゃがいもを乾かしてください。そうすることでカリッとした仕上がりになりやすくなります。ではまずね、このまま粗熱を取ります。はい、じゃがいもの粗熱が取れました。それではこのまま冷凍庫で1時間冷やします。
それではね、じゃがいもを冷やしている間にソースを作っていきます。まずアボカドソースですね。最初にアボカドをボウルに入れます。そしてマッシャーかまたはフォークで潰してください。はい。で、アボカドを潰したらですね、変色しないようにレモン汁をかけてください。そしてよく混ぜます。はい。このように潰してください。そしたらですね、続いてミニトマトを細かく切っていきます。はい。このように細かく切ってください。そしたらですね、アボカドのボウルの中に入れましょう。そしてここにお砂糖と、あとはわさび、そしてマヨネーズ。これを加えてよく混ぜましょう。トマトはね、あんまり潰さないように混ぜてください。あとはね、塩コショウで味を整えます。はい、アボカドソースはこれで完成です。このようにね、よく混ぜてください。それでは続いてケチャップソースを作ります。まず容器にケチャップ、続いてマヨネーズ、そしてカレー粉と、あとは黒胡椒を加えます。これをよく混ぜましょう。はい、これでケチャップソースは完成です。こちらもね、味見をしてお好みで調整していただいて OK です。それでは最後マスタードソースですね。まずマスタードを入れてください。そしてここにマヨネーズ、あとはお醤油、そしてお砂糖を加えます。これをよく混ぜましょう。はい、マスタードソースはこれで完成です。今回ね、こちら3つのソースを作りました。こちら3つ作っていただいてもいいですし、お好みのものを作ってみてください。はい、1時間経ちました。ポテトはね、半分凍ってるぐらいですね。そのぐらいになってると思います。ポテトはね、このように表面がね、乾いた状態になってると思います。このように一度ね、冷凍庫で冷やしていただくことで水分が飛んで表面がカリッとした仕上がりになりやすくなります。それではフライパンを用意してください。まずね、フライパンに油を入れない状態でこのじゃがいもを並べていきます。できるだけね、重ならないようにちょっと大きめのね、フライパンを使っていただくといいかなと思います。入れる時にね、じゃがいもが折れないように優しくね、扱ってください。はい、このように広げます。そしたらですね、じゃがいもが浸かるくらいまで油を注ぎ入れましょう。常温の油から揚げていきます。そうすることでじゃがいもの水分もしっかり抜けてカリッとした仕上がりになります。このようにじゃがいも全体が浸ったら火にかけてください。火加減弱めの中火です。このままですね、表面がカリッとするまで揚げていきます。途中でね、経過もお見せしていきたいと思います。ではこのままね、加熱していきましょう。はい、今ね、4分ほど経ちました。そうするとね、このようにぷくぷく泡が立ってきます。そしたらね、火加減中火にします。そしてこのまままたね、表面がちょっと固まってくるまでですね、揚げていきます。はい、今ね、火にかけてからだいたい10分ほど経ちました。そうするとね、表面がだんだんカリッとしてきます。今の状態で油の温度が約140度ぐらいになります。そしたらね、最後仕上げます。火加減強めの中火から中火ぐらいにします。温度で言うと170度から180度ぐらいまで油の温度を上げていくイメージです。そしたらですね、今度は少しポテトを端に寄せて一度ね、ポテトを空気に触れさせてください。そうすることで2度揚げ効果になってカリッとした仕上がりになりやすくなります。こんな感じで寄せて、このようにね、空気に触れさせながら最後仕上げていきます。ただこの時ね、やけどだけには十分に注意して行うようにしてください。ちょっと難しい時はこうやってね、持ち上げて少し空気に触れさせて、そして戻してあげていただいて OK です。はい、今ね、トータルで13分ほど経ちました。このようにね、表面がカリッとしていい揚げ色になったものから取り出してください。結構ね、色づいてくると焦げるのが早くなるので、焦がさないようにだけね、注意しながら揚げてください。はい、このように美味しそうに揚がりました。ポテトをね、このようにカリッカリに仕上がっています。それではね、このまま3分ほど油を切りましょう。それでは最後仕上げですね。軽くね、塩をまぶしたいと思います。油を切ったらボウルに入れましょう。そして塩適量ですね、まぶします。そして全体になじませてください。
はい、これで OK です。このようにまぶせば完成です。あとはね、ソースなどをつけて召し上がってください。これで完成です。はい、これでフライドポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。ポテトはね、このようにすごくカリカリに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。じゃあね、まずこのままいただきたいと思います。いただきます。もうね、表面がザックザクです。美味しい。作り終わってから今30分以上経ってるんですけど、カリカリの状態をキープしてます。では続いてアボカドソースをつけていただきます。クリーミーですごく美味しいです。では続いてケチャップソースでいただきます。カレーがすごく合いますね。では最後マスタードソースでいただきたいと思います。いただきます。美味しい。マスタードもね、すごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフライドポテトのポイントです。まずじゃがいもなんですが、こちらはメークインを使用するようにしてください。男爵芋とかね、ホクホク系のお芋を使ってしまうと、茹でた時にね、形が崩れやすくなってしまいます。なのでメークインを使用するようにしてください。そして今回のポテトなんですが、厚みが1センチぐらいになるように切ってます。こちらの切り方はね、お好みの切り方をしていただいて大丈夫です。そしてじゃがいもを切り終わったら一旦水にさらして、そして10分ぐらいしたら一度じゃがいもを水洗いして、その後ね、火にかけて沸騰したら7分間ほど茹でてください。こちらね、お水から茹でていただくことでじゃがいもの甘みを引き出すことができます。そして茹で上がった後なんですが、バットなどの上に置いてしっかりね、粗熱を取って冷ましてください。途中でね、裏返していただくと表面のね、水分も飛びますので、もし余裕がある時はね、途中で裏返して粗熱を取って冷ましてください。そして冷めたらですね、今回冷凍庫で1時間冷やしてます。この冷やす工程をしていただくことでポテトがね、すっごくカリカリに仕上がります。ぜひね、やってみてください。一度冷蔵していただくことでじゃがいもの水分がしっかり飛んで、とてもね、サクサクな仕上がりになりやすくなります。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、まずフライパンにじゃがいもを重ならないように広げて、そして常温の油を注いでください。常温の油からね、揚げることでサクッとしやすくなるのと、あとはじゃがいもの甘みもアップします。そしてその後ですね、今回4分ぐらいかかったんですが、ふつふつ沸騰してきたら火加減を中火にします。そして中火のままですね、表面が固まってカリッとしてくるまで揚げてください。だいたい10分ぐらいかなと思うんですが、10分ぐらいしたら今度は火加減を強めて、油の温度でいうとだいたい170度から180度ぐらいで3分ほど揚げてみてください。この時ですね、ポテトを空気に触れさせながら揚げることでよりカリッとした仕上がりになりやすくなります。あとはいい揚げ色になったら取り出してください。そして今回ですね、ソースも3種類ご紹介しました。それぞれね、味わいが全然違いますので、ぜひね、こちらも合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフライドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。